これが僕が YouTube で10万人登録を突破した時に購入したライカ M10 です。その上にあるこちらがライツパークにあるライカ本社になります。登録者数が20万人を超えた今、まさかライカさんに招待していただけるとは思っていませんでした。日本から遠く離れたドイツ中部の小さな町ウェッツェラーを訪れました。工学の街として知られ、僕たちが日々目にする 35mm 版という企画の発祥の地です。そしてここは世界中の写真家が愛するライカが誕生した場所でもあります。今回ライカが工学パートナーとして共にするインスタ360の新製品共同発表イベントに免れ、さらに念願の限定のライカを求めてドイツを巡りました。歴史と現在が共存するライツパークとはどんな場所なのか、僕がついに手に入れたライカは一体どんなものなのかをドイツフランクフルトから旅の記録をお届けしていきます。そんなこの動画を楽しむために、まずは一緒にライカ社の歴史をたどりましょう。19世紀、ウェッツラーはまさに工学技術の聖地でした。産業革命の時代、鉄やガラス、光を扱う精密工業が急速に発展し、多くの職人や科学者たちがこの町に集まりました。その中の一人、若き工学技術者のカール・ケルナーは1849年に顕微鏡メーカーオプティシェス・インスティトゥートを設立します。その後、カール・ケルナーの意思をつなぐ形で数名の後継者によって運営され、1864年、一人の人物がこの工房に加わりました。この人物こそがエルンスト・ライツ一世で、数年後に経営を引き継ぎ、社名をエルンスト・ライツ・ウェッツラーに改称。わずか数年で世界有数の顕微鏡メーカーへと成長させました。そして1911年、オスカー・バルナックがライツ社に加わり、映画や測定技術の開発責任者に就任しました。オスカー・バルナック自身も写真愛好家でしたが、当時のカメラは大きく重たい、喘息を培っていた彼にとって持ち運びは困難でした。だからこそ彼は小型でありながら同等の画質を持つカメラの開発を決意します。その2年後、ついに試作機ウル・ライカが誕生。映画用の 35mm フィルムを横向きに使う革新的な発想が現代の写真文化の基盤につながります。しかし当時 35mm カメラの量産には大きなリスクがありました。製造コストの高さと市場が本当に受け入れるのかという不安。社内でも賛否が分かれる中、創業者の息子エルンスト・ライツ2世はこう語ったといいます。ここに決断を下す。リスクは覚悟の上だ。その言葉をもって最初の量産モデルライカ1が誕生しました。そこからちょうど100年、僕はその歴史が多く残るドイツウェッツラーのライツパークを訪れました。ということで、ここがね、ちょっとライカ本社の敷地のところで、今回ですね、なんとドイツまでね、ライカさんとインスタ360さんの共同イベントにですね、招待をさせていただいて、新製品のローンチイベントだったりとか、いろんなリセプションとかね、もろもろに参加させていただいているといった形になります。で、今回ですね、この Ace Pro 2ですね、インスタ360さんの大人気のね、アクションカメラ Ace Pro 2があると思うんですが、これがね、より進化して、アップデートされて、とあるね、いろんなアクセサリーが拡充されてきたので、それをですね、実際に試したりだとか、ライカストアベツラーにね、行ったりだとか、あらゆるね、楽しいことがたくさんあるね、イベントに呼んでいただきましたので、ちょっと今回ね、その様子を皆さんにね、お伝えしていけたらなというふうに思っております。とはいってもですね、このライカ本社結構ね、いろんな建物があってね、見どころたくさんあるので、ちょっとね、このライツパーク自体がね、どんな感じになってるのかっていうのを皆さんにね、紹介していきたいと思います。ライツパークの敷地内には、本社、ミュージアム、ホテル、カフェなどが並び、ライカの世界を一日中堪能することができます。ライカ本社の建物はレンズとフィルムの巻き上げをモチーフにしたデザイン。中に入るとライカ1の誕生から100周年を記念したモニュメントが出迎えてくれました。館内はライカらしい洗練された空間が広がっていて、ライカの歴史を物語る数々の名機やライカの100年を象徴する36枚の名作写真が展示されています。写真愛好家なら誰もが知るような写真ばかりで、例えばアルベルト・コルダが撮影したチェ・ケバラやトーマス・ヘプカーがボクシング王者を写した有名な一枚。それらをライカ本拠地で目にする体験は特別なものです。
奥に進むと実際にカメラを作っている工程を見学することができます。僕が訪れた日が休日だったため作業の様子を見ることができませんでしたが、平日に訪れると職人たちが実際に働いている姿を間近で見ることができるそうです。ライカのカメラ作りは多くの工程が今もなお職人の手作業で行われています。さらに真鍮やアルミといった高価な素材を惜しみなく使用されているため大量生産が難しくなり、結果として製品価格も超高額になるのだそうです。実際に僕もライカ M10 を使用していますが、手に取ってみるだけでその価値を感じることができます。皆さんここすごく面白くて、結構ね昔のライカのモデルが展示されてますね。これ見たことあります？ライカ S1 っていう1996年のねカメラだったりとか、こんなんマジで初めて見るんですけど、ライカ R8 1996年、これもこんなんがね展示されてたりとか、あとはねよく見る M6 ですね。でも再販のやつではなくて1984年のねものが展示されていたりしますね。ライカ 1A、 こんなんもありますね。すごい、もう博物館ですねこれは。3、2、1。Nice. Thank you. そして今回は特別に通常のツアーでは入ることのできないプロトタイプや歴代モデルの保管庫などのエリアも見学させていただきました。皆さん、なんと今からですね、普通のね人では入ることができないライカのね、倉庫というか、これまでのね昔の歴代のね、開発のねプロトタイプだったりいろんなねものの保管してるところにねちょっとやってきたんですけれども、ここちょっとやばそうなんでね、ちょっと皆さんにもシェアしたいと思います。ここやばい。最初に見せていただいたのは冒頭でも紹介した1925年のライカ1。このカメラは100年以上前のものですが、当時の出荷記録、販売データが全て残っているそうで、1925年の5月、アジアで最初にライカ1が上陸したのは日本だったそうです。他にも3つのレンズを素早く切り替えるためのアクセサリーなども紹介していただきました。この装置はわずか200個しか製造されなかったそうで、当時の写真家たちは重すぎる、それなら2台のカメラを持ち歩いた方が早いと判断したそうです。さらにライカガンと呼ばれる珍しいアクセサリーなども見ることができ、名前の通りトリガーを引くことでシャッターが切れる仕組みになっています。望遠レンズで素早い被写体を狙うために考案されたアクセサリーで、今では数千万円の価値がつくほど超レアアイテムと話されていました。そして1950年代に製造されたライカ 3F の655個全ての部品を展示したショーケースや、美しい木箱に収められたゴールドライカなどがありました。このカメラはライカ M10 モデルであり、なんと24カラットのゴールドで作られているそうです。チャリティー目的で限定販売されたモデルで、売り上げの全てが寄付されたと話されていました。やっぱエースプロ2普通に綺麗っすよね。めっちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗。なんだろなんか全部映ってる感じする。明るいとこも暗いとこも。う。ね、あと多分顔認証して顔が暗くならないようにしてくれてるから。確かに今ねフォーカス出てる。今ライカカラーナチュラルで撮ってます。もう綺麗やと思うわ。綺麗。で音声もめちゃめちゃ綺麗やと思います。エースプロ2綺麗だよね、音声。音声がマジで綺麗。ちょっと風がめっちゃ強いんで、それは怖い。そうだね、風強い音声とかもあるけど、マジそれを超える風があるから、そこはちょっと、ご理解ください。今回はライカがパートナーシップを組むインスタ360の新製品ローンチイベントにも参加しました。今回発表されたのはアクションカメラインスタ360エースプロ2をさらに拡張するためのアクセサリー類です。このバンドルを装着することで ACE Pro 2をまるでコンパクトデジタルカメラのように扱うことができ、ダイヤルによる露出の調整や押しやすくなったシャッターボタン、本体への電源供給などで格段に操作感が向上します。もう一つの新製品はフラッシュプリントバンドルで、撮影した瞬間にその場でプリントをして共有できるというデジタルとアナログの融合を体験できる新しいアクセサリーです。データとして記録するだけでなく、形に残すまでの楽しさを気軽に楽しむことができます。さらにクローズアップレンズやウルトラワイドレンズなど、より本格的な撮影を可能にするアクセサリーなども登場しました。ライカの光学鑑賞を受けたこの ACE Pro 2、そして新登場のアクセサリーについては先日公開した動画で詳しく紹介しています。ということで、ライカのね本社の中にあるレストランに来ました。
今ねマクロレンズで撮ってるんですけど、これ全然マクロにしなければ普通にも撮ることできてますよね。マクロだけじゃなくても使えてるんじゃないかなということで、ランチタイムでございます。じゃん。めちゃめちゃ風がすごかったですね。風とさっきより明確にピントがちゃんと合ってる感じする。ちょっとワイドっぽくなるのかな。ちょっとワイドっぽく、ちょっとワイドになるかもですね。でちょっと、より超広角で魚眼っぽくさせることによって最短焦点距離を稼いでるみたいな。確かに。これがクローズアップレンズをつけてます。はい。面白い。確かにちょっとね。エースプロ2これなかったらあんま寄れないですよね。多分。寄れない。だからこれがあるとだいぶいいですよね。これをこうもうつけちゃえばクローズアップで使えます。でですね、今回の S Pro 2から、こんな感じでですね、レンズフィルターを取り外しが可能になりました。本来つけてるはずのレンズがこれなんですね。普通のレンズと今ついてるのがマクロレンズなんですよ。だからレンズとかをね近づけた時にちゃんとこう寄って撮れてると思うんですよね。はい、マクロレンズがね追加されたのでこんな感じで撮ることができるようになりました。でこちらがねウルトラワイドレンズになるので、これを作れば超広角のね表現ができたりとか、あとはこれめっちゃおもろくてシネマティックレンズっていうんですよね。これねおもろくて、もう画角がねかなり変わった状態で撮ることができます。これちょっとおもろいんで、これもねぜひ皆さん試してみてください。であとこれがスターフィルターっていうね、ちょっと特殊なフィルターで、これもねやると面白いね表現ができますから。で一応ね ND フィルターとかもねもう既存のやつがあると思うんですけど、いやーマジでねこの Ace Pro 2のね撮影幅はね広がったような気がしていますね。これはめちゃくちゃいいアップデートだと思います。ランチの後はライカチャレンジという名のフォトコンテストが開催されました。世界各国から集まった約30名のクリエイターたちがこのライツパークにて Ace Pro を使って1人1枚の写真作品を撮影し競う内容です。優勝者にはなんとライカ Q3 がプレゼントされるという非常に豪華な内容ですが、撮影に与えられた時間はわずか数時間。果たして結果はどうだったのでしょうか。みんなが今日アップした写真たちのレベルが高すぎてビビってます。これみんながそれぞれ作っとったやつなんですけど、やばないですかこれ。今日一日でみんな一人ずつこれ撮ってくるっていうね。でこれで選ばれた人はなんと Q3 がプレゼントされるというやばすぎるコンテストが開催されています。ただ僕はちょっとアップロードが間に合わずアップできました。今外行ってアップしてた。Q3 もらえるのやばいですね。Q3 もらえるのえぐいな。はい、これが、本日の参加者の、フォトギャラリーになります。ちょっと僕の撮った写真は時間的に間に合わなかったっぽいんですけど、この中からね一つ選ばれてあそこにあるライカ Q3 がもらえるという形になってます。 The winner. Alright, picture number 10. Who's picture number 10? わーいい。わー Q3 ゲット。 Congratulations. Thank you, bro. Please introduce Leica Q3. Thank you. Congratulations. 香港クリエイターズです。香港のクリエイターです。ちょっと自己紹介できます？キャブンです。よろしく。お願いします。I'm photographer, Jackie from Hong Kong. Yeah. So, Thank you. Congratulations. thank you. ライカというブランドは誰もが一度は憧れを抱いたことがあると思います。それはただ高価だからとか有名だからという理由ではなく、一枚の写真を丁寧に切り取るという行為の中に価値を感じているからだと思います。ただ被写体を記録するのではなく、自らの美的感覚や独自の個性までも映し出す世界観。シャッターを切るたびに響く機械音やデジタル処理ではなく、距離を感じ取って撮影をするレンジファインダー型カメラならではの体験など、その全てがライカがもたらす贅沢な時間です。そんなライカの原点と哲学を肌で感じ知ることのできる場所がこのライツパークです。写真の構図が学べるエリアやレンズの絞りをモチーフにした体験型の仕掛けなど、カメラの仕組みを楽しみながら学べる工夫が詰まっています。
またライツパーク内に位置するライツストアウェッツラーではカメラやレンズ、限定アイテムまで揃い、もちろんその場で購入することもできます。僕は今回の旅を通してライカをより深く知り、世界中のクリエイターと交流ができたこと、そして最後に特別な一台と出会えたことは生涯でも忘れられない経験になりました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、翌日になるんですけれども、じゃじゃんということでフランクフルトのライカストアにやってきました。実はですね、今回ね、狙っていたライカのカメラがあって、せっかくね、こんなに貴重な機会をいただけたし、これもご縁というか、もうこのね、思い出はもう絶対にね、今しかないっていうのもあって、もうずっと前から狙ってたものがあったので、もしここにその在庫があれば、ちょっと買っちゃおうかなと思ってます。はい。ということで、ちょっとね、フランクフルト店入っていきたいと思います。旅の最後に訪れたのはドイツフランクフルトにあるライカストア。ちょうどこの時フランクフルト店は開業10周年を祝う特別記念イベントが開催されていました。店内には多くの写真作品が並び、写真を語るクリエイターたちの活気にあふれています。そんなお祝いムードの中、僕はついにライカ M11P サファリに出会いました。これはライカ M11P をベースにした生産台数もかなり限られているスペシャルエディションモデルで、深みのあるオリーブグリーンペイントと上品なシルバーアクセサリーが組み合わされた美しいモデルです。ライカの長い歴史の中でかつて軍用モデルとして誕生したオリーブグリーンの伝統を受け継ぎ、現在まで続くのがこのサファリというシリーズになります。すごいIn Japan。おお。あら、もうアキラ君のためにお設定になりましたよ。なって面白いね。いいね。9250ユーロ。高い。高すぎる。でもこっから免税と、もともとのこの価格でも日本円よりね、結構安いんですよね。よし、買いましたー。じゃじゃーん。はい、ということで皆さん買ってきましたライカ M11P、 そしてサファリエディションということで、僕がね、もう実はね、僕このライカ M10 を買う前からこのサファリエディションがねずっと欲しかったんですけど、これねもう期間限定というかやっぱスペシャルエディションなのでどっかのタイミングで多分なくなると思うんですよね。それでね、もうなかなか探しても買えなかった。ましてや M11 のねサファリエディションは言うても最近出たばっかなので買っちゃいました。はい、めっちゃでも記念になったし、すごい嬉しいし、なんかイベントにも参加できてほんまに充実した2日目でした。っていった形でですね、今回はもうライカ尽くしとスペシャルでワンダフルな旅を皆さんにお届けできたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今撮ってるこのエースプロ2含めてインスタサノクバルのね製品、新アクセサリーがねたくさん出ましたので、ぜひですねレビュー動画と、レビューというかね紹介動画と一緒に今後のねコンテンツも楽しんでいただければなと思っております。モロンノさんもありがとうございました。ありがとうございました。ドイツ楽しかったですね。最高でした。はい、という感じで、ドイツはフランクフルトからお送りしました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。